こんにちは、ヒロです。今回はこれ。皆さん見たことあるかもしれませんが、プラウドという AI ボイスレコーダーを紹介していきたいと思います。この商品はプラウドさんからご提供いただいて、しばらく使ってみたんですが、最初は正直録音ってアプリで良くないって思ってたんですよ。ただ実際に使ってみると、専用機ならではの快適さがあるなって感じた部分がいくつかあったので、この動画で紹介できたらと思います。プラウドは世界で200万人以上が使っている AI ボイスレコーダーです。僕が使っているのは2台あって、こっちのカード型のものがプラウドノートプロ。こっちの小さいやつがプラウドノートピン S です。プロの方は液晶がついていたり、ピン S の方は非常にコンパクトといった用途によって使えられる2つのモデルになります。概要欄に割引コードと公式ストアへのリンクを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。まずはプラウドノートプロです。クレジットカードと同じくらいの薄さで、重さがわずか 30g です。スマホの裏にこんな感じでマグセーフで貼り付けて使うことができます。実際の質感と見た目はかなり高級感があって、結構所有感も満たしてくれるようなクオリティの高さです。本体にはディスプレイが搭載されていて、ここのボタンを長押しするだけで録音が開始されます。このディスプレイを見れば録音中かどうかも一目でわかる仕様になっています。会議や打ち合わせの録音はもちろん、通話中の録音にも対応しています。もう一台がプラウドノートピン S です。こっちの方はウェアラブルタイプで、クリップ、ネットストラップ、リストバンド、マグネットピンの4種類の装着スタイルが用意されています。コンパクトな筐体で中央に一つの物理ボタンがついています。このボタンを長押しすることで録音が開始されます。こっちは重さがわずか 17.4g で本当にめちゃくちゃ軽いです。でもカード型のプロと同様にチープな感じは全くなくて、質感はめちゃくちゃ高級感があります。ノートプロがオフィスの会議や電話向けなのに対して、ノートピン S は外出先や現場向けって感じで、身につけておくだけで移動中でも立ち話でもボタン一つで即録音を開始できます。デバイスの録音が終わった後にプラウドアプリを開くと自動で同期が始まって、文字起こしと要約が自動で生成されます。日本語の精度はめちゃくちゃ高くて、変に認識されちゃうってこともほとんどなかったです。しかも112の言語に対応しているみたいです。さらに文字起こしされた文章をフォーマットに合わせて整理してくれる機能が便利です。文章を要約してくれるテンプレートがいくつも用意されていて、例えば会議のハイライト形式や授業のノート形式など、会議の種類やシーンに合わせて最適な形式の議事録が自動で出てきます。またテンプレートに関してはオリジナルで作ることももちろん可能で、プロンプトでこういう構成にしてというような指示をしたり、写真からフォーマットを読み込んでテンプレートを作成してくれるって機能もあります。ちなみに要約に使用する AI はデフォルトでは GPT-5 や Claude Sonnet、Gemini などの最新の LLM を自動で組み合わせて生成されますが、自分で特定のモデルを選ぶことも可能になっています。はい、しかも要約してまとめてくれるだけではないんです。Ask Cloud という機能が搭載されていて、録音したデータに対して AI に自由に質問することができます。例えば会議の中での懸念点や今後の進め方について AI に質問すると、録音されたデータをもとに回答を返してくれます。録音して終わりではなくて、後から必要な情報を簡単に取り出すことができる点がめちゃくちゃ実用的なポイントです。ではここからは専用機を持つメリットについていくつか感じたことを話していこうと思います。一つ目は iPhone で通話録音ができるということです。例えばクライアントとの電話を後から確認したいことって結構あると思うんですが、 iPhone は OS の制限でサードパーティーのアプリから通話録音ができない仕様になっています。でもノートプロは振動伝導センサーを搭載しているため、スマホの振動から物理的に音を拾うことができるので、 iPhone の制限に関係なく通話を録音することができちゃいます。これはアプリではできないことなので、普段から仕事の通話を結構するって方、特に営業や経営者の方にはノートプロはかなり刺さる選択肢かと思います。二つ目はスマホを出さずに録音できるということです。アプリで録音しようとすると、どうしてもスマホを取り出すって瞬間が発生します。これが録音のためだとは分かっていても、例えば会議中に相手から見たら、スマホ触ってるなって印象になってしまうことって結構あると思っていて、これが専用機であることで、ポケットに入れたままでもボタンを押すだけで録音が開始されます。この相手との会話を一切遮らないっていうのがポイント高いです。で、もう一つ地味に助かるのが、着信があっても録音が止まらないことです。iPhone ってアプリで録音中に電話に出てしまうと録音が止まってしまうんです。それを避けようとしたら機内モードにするしかなくて、専用機だとそういう心配が一切ないって形です。例えば会議などで録音する際に相手の許可が必要かどうかって気になったので調べてみたんですが、僕が調べた限りだと自分が参加している会議や会話を録音する場合、日本の法律上は事前に相手に許可を取る義務はないようです。ただしマナーやモラルとしては許可を取るっていうのが普通で、特にビジネスの場では信頼関係にも関わると思います。
ただ、毎回聞くのはさすがに面倒なので、キックオフのタイミングとかで、今後プロジェクトに関する録音は自由に取っていいですかって、事前に許可をもらっておくのがおすすめです。ここで少しお時間をいただいて、もし少しでも参考になっていたら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。動画制作の励みになります。3つ目は、日常会話も気軽に拾えるということです。アプリだと、よし取るぞっていう意識的な操作が必要で、立ち話だったり移動中の会話は、そもそもアプリを立ち上げにくいと思います。そういった時にノート PS を身につけておけば、録音したいと思った瞬間にすぐに押せるので、気軽にメモ感覚で開始できるのがめちゃくちゃ便利です。僕の場合は仕事以外の用途にも使っていて、例えば妻との旅行の計画を話している時にノート PS をつけたまま会話しておくと、後であの時行ってたホテルどこだっけみたいなのをすぐに確認できるんですよ。こんな感じでビジネス用途だけではなくて、日常会話のログとしても使えるのがグッドです。で、両モデル共通で使っていて良かった機能を2つ紹介します。まずはハイライト機能。録音中にここは重要だって思った瞬間にボタンを軽く押すだけで AI がそのハイライトを起点により的確な要約を生成してくれます。すべて AI に任せるのではなくて、自分で重要な箇所をチェックしておけるってところがポイントです。で、もう一つがマルチモーダル機能。音声を録音しながら手元の資料を写真で撮ったり、テキストのメモを追加したりできて、AI が音声、画像、メモをまとめて理解した上で要約を生成してくれます。資料の中にある数字や図解の内容まで含めた議事録が自動で作れるって形で、精度がめちゃくちゃ上がります。プラウドにはデバイス以外にもプラウドデスクトップというアプリがあって、プラウドデバイスを持っていれば追加料金なしで使うことができます。例えば Zoom や Teams、Google Meet などでオンラインでミーティングすることも多いと思いますが、そういうツールで録画したことある方はわかると思いますが、録画が開始されましたみたいな通知や会議ボットの参加が必要になったりします。これがプラウドデスクトップを使えば PC から出力される音声をそのまま録音できるので、そういった通知やボットが不要になります。また自動録音設定もできるので、録音のし忘れもなくなります。なので、デバイスとプラウドデスクトップを併用することで、対面もオンラインも全部まとめてプラウドで管理できるようになります。プラウドを使って一番感じたのは、どんなタイミングでも会話に集中できるということです。メモを取らなくていいし、録音のことを気にしなくていい。スマホを触る必要もない。オフィスではノートプロを使って、外出先ではノート PS を使う。この2台があれば、どんな会話も逃さずに、目の前の相手との会話に 100% 集中できる状態が作れます。概要欄に公式ストアへのリンクと割引コードを貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。